皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。インド芸人のナマステサニーです。はい、ナマステ。今日のテーマは自信満々なインド人をうまくマネージメントする方法ということで、日本の企業の方からコメントをいただいたんですけれども、インド人のメンバーがとにかく自信満々だと、何でもかんでも仕事ができますできますって言って、評価機関とかね、マネージメントするときに本当はできてないのに伝えにくいとか、コミュニケーションギャップが生まれていて、どうやって正しく伝えたらいいんだろうとか、どうやったら聞いてくれるんだろうみたいなことを悩んでるっていう質問をいただいたんですよね。なかなか思ってることを伝えられない日本の方向けに、カルチャーギャップを乗り越えてマネージメントどうやってやっていくかっていう話をやっていきたいと思います。インドはね、違う人たちが一緒に、住んでたりするお国柄があったりするので、ちゃんと自分の意見とかをアピールしないとやっていけないわけなんですよね、はい、そういった背景の違いから一緒に仕事をするとね、インド人やたら自信あるなみたいな、そうです、そんな風に見えちゃう日本の人っていうのは多いっていうのはありますよね、他にも理由としては、インドってそもそも人口がめちゃくちゃ多い国なので、ある程度自信だったり自己肯定感を持たないと競争に負けてしまうっていう。インドって本当に生まれて働くまで何が起きるかわからない、日本って比較的引かれたレールとか言われたことをこなしていけば、ある程度成功するというか、ちゃんと大学出て仕事をその世間一般的に言う成功までいけると思うんですけども、インドだったら誰が嘘をついてるかとか誰がズルするかもわからないし、場合によってはちょっと人と仲良くなってどうにかするとか、自分なりに営業して自分をいい方に持っていくっていう駆け引きを人生の場面で多く必要とするので、自己肯定感のスキルとか発達がされているのかなっていうふうに思います。結果ね、仕事の場とかではインドの人ちょっと自信あるなとか自己主張強いなって思う日本の人がいて、評価の場とかマネージメントでちょっとカルチャーギャップを感じるっていうところですね。これに関してどうやってじゃあちょっと工夫しようかっていう、今日は3つですね、持ってきてみました。まず1つ目なんですけれども、アメリカ式のマネージメント方法を学んでみようというか、こういった提案ですね。アメリカ式のマネージメントというのは、より結果ベースに評価するっていうことだと思うんですね、逆にどういうところに目を向けないかというと、どれぐらい頑張ったかっていう部分だと思うんですね。日本のマネージメントでは結果が大して出ていなくても、すごい汗かいた社員さんにはちょっと評価するっていう、結構日本のマネージメントにはある気がしてて、結果一本にすることでどうなるかというと、目標が明確化されるっていうところですね。評価面談の時にきっちり目標が決まってたら、なかなか嘘をつけなくなりますし、より分かりやすく社員さんを評価することができるので、そういったマネージメント方法はすごいインド人にフィットしているので、インド人に最適化なのかなっていうふうに思います。スンダル・ピチャイっていう、Google の社長さんがいるんですけども、日本語を知ってたとしても日本の大企業の社長になれたかっていうふうに言われてみると、全くなれなかったのかなっていうふうに僕は思ってて、日本のマネージメントよりアメリカのマネージメントにフィットしてたから這い上がれたのかなっていうふうに思ってて、インド人にフィットしているアメリカのマネージメント方法をできるだけ日本の会社さんでも採用する必要があるのかなというふうに思ってます。インドの人っていうのはアメリカとかイギリスとか西洋のね文化とかに結構憧れとかがあって、考え方とかも割とそっちに近いのかなと思うんですけど、日本って年功序列の制度が長かったので、評価をシビアにやってくる文化っていうのはなかったわけなんですよね。どっちかっていうと頑張ってる人っていうところで評価されがちなんだけれども、こうやっていろんな国のメンバーが入ってくることで、家庭ではなくて結果を重視するっていう考え方とかね、それを一つアメリカ式のマネージメントだとしたら、会社の制度にちょっと取り入れてみるとか、考え方を入れるっていうのは一つアイデアでありますかね。それに伴って2つ目おすすめしたいことが、文脈のコンテキストを合わせる、同じ言語の解像度で合わせるっていう考え方があります。日本語っていうのはね、すごくハイコンテキスト、言葉に含みを持った言語になるんですよね。同じ一つの事象を言ったとしても、それの解釈方法っていっぱいあるんですけれども、英語っていうのはね、イエスかノーか半分かみたいな感じで、めちゃくちゃシンプルなコミュニケーションを取るんですよね。で、彼らは英語をやってきてるから、マインドセットとしてすごくシンプルにコミュニケーションしたくても、日本の人はグラデーションを持ってコミュニケーションを取ったりすると、そこで解釈の差が生まれやすくなるっていう、これでね、ある意味正しく伝えられた伝えられてないっていう、こういったギャップって生まれやすいので、こういう場合はローコンテキストの方に合わせなきゃいけないっていうルールがあるわけです。日本の人がローコンテキストの英語式の考え方とか言葉の使い方に慣れていく、同じ解釈をするっていう、例えば緑って見た時に同じ緑っていうのをちゃんと英語で認識する。日本だったらね、黄緑とかもっといろいろ色がね、解釈があったとしても、同じ色を同じように認識するように、言葉の文脈コンテキストを
を合わせるっていうのは2つ目として挙げられるかなと思うんですけど、サニーはこの点についてどう思いますか？日本人の話し方が世界規模で見た時にものすごくハイコンテキストなんですね。すいません。なんですね。これが普通と認識するんではなくて、日本側がちょっと世界に対して合わせてあげないとダメというか、なかなか世界が日本に合わせるのはちょっと無理があるので、外国籍の社員とかを雇っている会社さんとかはなおさらそういうところは意識する必要があるかなと思います。大事ですね。過去の動画でもコンテキストの話してるので、ぜひそちらも参考にしてもらえると嬉しいなと思います。そして3つ目ですね。これ一番重要なのかもしれないですけど、違いを受け入れることということですね。当たり前のことなんですけれども、インド人を変えようとしないことですね。インド人に限らず他の国の人たちを日本流のマネジメントとか日本流のルールに従わせようとかっていうのは1ミリも思わないでほしいということですよね。違いがあって当然だし、違いがあることが良しとして採用してたりとか一緒に働いているはずなのに、それをよくその日本流にねしようっていう考え方を持っている方まだいらっしゃるんですけれども、ダメですね。それをやっては違うんだってことをしっかり理解するっていうのがすごく当たり前なんですけど、最も重要だったりしますよね。仕事に関しては日本側から合わせていくっていうぐらいの姿勢じゃないとなかなかうまくいかないかなっていうのはすごいありますね。インドのメンバーとかが好むコミュニケーション方法もありましたね。一人一人のインド人の意見に素直に聞き入れてあげて寄り添ってあげるっていう工夫も大事なのかなっていうふうに思います。日本の会社さんでありがちなのが全部、上司の意見に任せますとか、場の空気を読んでそれに合わせますっていうのが多かったりするので、インド人とかがその場にいたらいやいやいや全然自分の意見をぶつけてきますよみたいな姿勢でどんどん来るので、実際正直これ上司決めるでしょみたいなことがあったとしても、一回はそのインド人の意見に聞き入れて、もし本当にその意見が良かったら良かったでいいんですけども、まずは聞くところからじゃないとコミュニケーションは始まらないので、そういった姿勢も日本側では大事なのかなっていうふうに思います。相手の好むコミュニケーションをやることで信頼関係が生まれますよね。信頼関係があるないで、この人だったら伝えてもいいかなどうかなっていうのが変わってくると、関係性がある方が仕事はうまくいくので、関係性の作り方が違ったとしてもなるべくその相手のやり方に合わせてあげるっていうところがやっぱり重要かなっていうふうに思いますね。こういうのはね合わせていけば、多少ちょっとギャップがあったとしてもそれに対してストレスを感じたりとかじゃなくって、受け入れた上でどうやっていくかっていうね考え方になっていくと思うので、ちょっとね参考にしてみてもらえると嬉しいかなと思います。今日のテーマはですね、自信満々なインド人どうやってマネージメントするかということで、コミュニケーションギャップの工夫の方法についてお話ししました。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。最後の理由としては、インドがイギリスから独立した時にガンディーが国民に対して今後インドが独立したのでインド人一人一人自信を持って自立した生き方をしましょうみたいなことを公言しました。結構深いですね。その人を騙したりとかのし上がらなきゃいけないみたいな発想って日本の人にはないですよね。